人類が宇宙に進出してスペースコロニーが第2のふるさとになった時代、それが宇宙世紀だ。宇宙世紀0079。一つのコロニーがジオン公国を名乗り、地球連邦政府に対し人型機動兵器モビルスーツを使って独立戦争を仕掛けた。連邦軍の新型モビルスーツガンダムに偶然乗ってしまった民間人アムロ・レイと、ジオン軍で赤い彗星の2つのを持つシャア・アズナブルの出会いはここから始まった。連邦軍の勝利で終わったこの戦いは後に一年戦争と呼ばれた。アムロとシャアはニュータイプという強大な力を持ったパイロットだった。93年、新星ネオジオンの総帥になったシャアは再び地球連邦政府に戦いを挑んで、地球に小惑星アクシズを落とす作戦を実行しようとした。アムロはそれを阻止するため新たなガンダムで応戦する。これが第二次ネオジオン戦争と呼ばれる戦いだ。この物語の主人公、つまりあなたは連邦軍人の一人としてこの戦争に参加し、地球に落下するアクシズをアムロと共にモビルスーツで押し返そうとした過去を持っている。けどあなたは3年後の96年、アージェント・キール所属パイロットの一人として活動しているんだ。アージェント・キールに憎悪を抱く連邦軍人アザミ・メギンネ。これからあなたはさまざまな人たちと関わっていくだろう。とにかくこの物語の全ては主人公の選択にかかっている。銀塊の幻影になれるかどうかは、そう、君次第なんだよ。皆さんこんにちは。バンダイナムコフィルムワークスの尾形です。ただいまご覧いただいたのは機動戦士ガンダム銀塊の幻影の最新映像です。宇宙世紀0096を舞台にした本作にちなんで、同じ時代を描いた機動戦士ガンダムユニコーンからバナージ・リンクス役の内山聖輝さんにナレーターを務めていただきました。機動戦士ガンダム銀塊の幻影は、現実世界の我々がガンダムの世界に入り込んだような視点で本当の意味で物語に没入することができる作品を目指し、世界初の長編 VR 体験アニメーションとしてフランスの VR コンテンツスタジオアトラス5とサンライズスタジオが共同で制作しました。今回の番組を通して銀塊の幻影、そして VR デバイスメタクエストのことを皆さんに深く知っていただければと思います。それでは続きをご覧ください。君は生き延びることができるか。皆さんこんにちは。機動戦士ガンダム銀塊の幻影でハローを演じています広橋亮です。本編ではハロとして皆さんのナビゲーターを務めている私が、番組のナレーターとして本作の魅力をお伝えしていきます。ガンダムシリーズとは、今から45年前に放送されたテレビアニメから始まった作品群です。その第1作目機動戦士ガンダムでは、人類が増えすぎた人口を宇宙に移民させるようになった宇宙世紀0079という時代を舞台に、地球連邦軍に属するアムロ・レイやジオン公国軍に属するシャア・アズナブルといったキャラクター、そしてガンダムやザクをはじめとした数々のモビルスーツの戦いが描かれました。銀塊の幻影の舞台はそこから17年後の宇宙世紀0096。皆さんは連邦軍でもジオン軍でもない非公式の傭兵組織アージェント・キールのパイロットを務める主人公になったかのような視点で物語をお楽しみいただけます。主人公の声を演じるのは新祐希さんと種崎敦美さんのお二人。本編をご視聴いただく前にどちらかを選択することができます。その主人公が登場するのは
アージェントキールの象徴である銀色に塗装された可変モビルスーツデルタザイン。主人公と共に行動するのが同じくアージェントキールに所属し銀色のモビルスーツヤクトバイゼに登場するパイロットバビア・レナと銀色のリガジーを操るバビアの育ての母メイベル・レナの2人。そしてアージェントキールと衝突するのが元地球連邦軍高官ながら袖付きと呼ばれるネオジオン残党軍に身を移したアザミ・メギンネと同じく元連邦軍人で彼女の部下であり赤く塗られたモビルスーツズサのパイロットジョフ・アイリーの2人。ジオンと内通したアザミの暗殺を地球連邦軍から請け負ったアージェントキール。しかしその地球連邦軍のモビルスーツ隊から襲撃を受けることに。混迷を極める戦場の中で浮き上がるのがバビアと深い縁を持つフィクジーフィクスの存在。ニュータイプという強大な力を持つ存在とデルタザインに隠された思いとは。それぞれの願いが交錯する戦場をパイロット視点で駆け抜ける長編 VR 体験アニメーション銀塊の幻影。さらに本編ではあの名シーンを追体験することも。アクシズが地球に落ちようとした日、僕もその日この戦場にいた。連邦軍のパイロットとしてアクシズを押し戻そうとしていた。やめてくれ。こんなことに付き合う必要はない。下がれ。来るんじゃない。キラ動画まで無理だよ。みんな下がれ。地球がダメになるかならないかなんだ。やってみる価値はありますね。くそ、やはりマイスは収まらんか。決してこいつは。機動戦士ガンダム銀塊の幻影は日本とフランス2カ国のスタジオで制作されました。これまで長きにわたりガンダムシリーズを制作してきたサンライズとフランスで多数の VR 作品を生み出しているアトラス 5VR 専門スタジオのアルビオン、配給を担当するアストレア、それぞれのノウハウと技術のもと今までにない新たなガンダムシリーズ作品が生み出されたのです。ここからは世界初の長編 VR 体験アニメーションである本作の制作に挑戦したスタッフたちのインタビュー映像を見ていきましょう。まずBNF、サンライズでは1分の1ガンダムを外から見るってことで体験もする、プロジェクトがあったんですけども、今回はそれでできなかったような、乗って操作するっていうことを、コンセプトに掲げて、なおかつ、宇宙世紀を、主人公となって体験するっていうことを、皆さんに経験していただきたいなと。つまり360度をこう見せなきゃいけないっていうことなので、まずそこからどうやってストーリーをユーザーさんに伝えるかっていうところが、みんなで悩んだところで、その上で、通常のアニメーションのようにですね、視線誘導だったり、レイアウトによる演出っていうことができないので、コンテ用紙を新しくその360度に作り、みんなで話し合って、作っていたっていう感じですかね。CG 以外で、セルアニメーションのパートが、一つ存在してるんですけれども、それはかなり、絵作りとしては面白いものになったんではないかなと自負していて、見ると新しい、映像になっているのでとても楽しく見れるかと思います。皆さんが、ガンダムの映画を見て、こういうシチュエーション経験したいな、こういうことやってみたいなっていうのが織り込まれているので、ぜひ、宇宙世紀の世界に入って十分に味わっていただければと思います。ぜひ楽しんでください。よろしくお願いします。キャラクターに関してはメタクエストを、装着している、視聴者の
皆さんに直結するんで、なるべくその距離感の近い形で接してくるような、そういう部分を結構意識して作ったと思います。はい、当初その主人公側のそのアージェント・キールの主役機として考えてたのはリガジーっていうガンダムっぽいけど、ガンダムなのかみたいな、ちょっとささやかな機体なんですけど、プロデューサーの井上さんから、やっぱりもっとよりガンダムらしいキャラクターで行った方がいいんじゃないかっていうところで、今まで宇宙世紀の中で、幻とされてきた、デルタガンダムっていう機体があるんですけど、ちょっとまたその違うアプローチで実は存在していた、形状が一緒っていう風な、それで一つの新しいキャラクターになるんじゃないかなと、なんか今回の作品らしいガンダムが出来上がったのかなっていうのは思いますね。VR 映画っていう規模の中で音楽がどれだけ鳴るのかみたいな部分のイメージがなかなか難しかったんですが、最初の打ち合わせの際に鈴木監督と藤野音響監督さんから、VR 映画だけども普通の映画を作るような感じでイメージして作っていいよと最初に言っていただけたので、その打ち合わせの後はすごく気は楽でした。そこに関しては当初自分が目指していたかっこよさ、壮大さ、生楽器の良さ、質感みたいな部分を音楽で表現できたなという点に関してはすごく手応えがありました。通常の 2D の映画、3D の映画を見てる時ってどうしても感情移入っていう言葉になってしまうと思うんですけれども、もう VR に関してはもう感情移入というよりももう自分がそこにいる状態なので、見ていただいている方の頭で鳴ってるような自分の中で鳴っている音楽っていうのを意識して作っていたので、完成形をやらせていただいた時にそこが自分が目指していたものが自分が体験した時におっとなれたのがすごく安心しました。またサントラも出ますので、本編と合わせて音楽だけでもカジュアルに楽しんでいただけると作曲した側としてはとても嬉しいです。The Gundam franchise is one of the most innovative franchise, in my opinion, in Japanese animation. The Sunrise team and the Bandai Namco team are testing a lot of things around the Gundam universe. So when we presented this opportunity to create something in the Gundam lore in VR, it was a very good fit because there is a lot of aspects of innovation, technology, sci-fi in the Gundam franchise. And we show to BNF our past works. We explain also that as a French studio and also as a French team, we had a knowledge in the Japanese animation because most of our team grew up with this culture. And during few months, we developed a first script. We discussed with Bandai around the visual style we will develop for the project to respect the look and feel of the anime. And little by little, we had been all convinced that it was something we could bring to life together. What we are trying to do is telling stories that unfold all around you and not in front of you. So basically, we are telling stories that are for screen that are not a screen in front of you, a rectangular screen in front of you, but screen that can be all around you. So what we do is mostly we do a lot of virtual reality, mixed reality, augmented reality. We do also DOM content or immersive installation, and telling a story that takes place all around you. It's the job of the group to write it, produce it, distribute that on different media. Our seasoned director Suzuki-san from Bandai Namco is an expert in anime storytelling, and I was so fortunate that I was able to leverage my
experience in VR storytelling over the last 9 years to help provide guidance and highlight opportunities to utilize immersive storytelling frameworks to help enhance the already amazing story from the Bandai Namco team. I think what's great about this movie is that it's really made for everyone. Because it's 3 years after the events of Char's Counterattack, and because it's the same year of Gundam Unicorn, there's a lot of references that people, especially Gundam fans, are going to enjoy, are going to understand. It's definitely part of the Universal Century. There's no doubt about that. It's actually bringing something new to the Universal Century, but at the same time, it is made to be understood by everyone, even though the person that doesn't know about Gundam, or maybe Gundam is like an old memory and they don't remember everything about it. So we made sure that you could enjoy this experience even though you didn't know about Gundam. But of course, if you do know about Gundam, like, it's going to be a totally new experience. And I think you're really going to enjoy it, you know. My hope is that a few people are going to discover Gundam through our VR experience, and then they're going to then watch all the movies and series there is, and then come back to the VR experience and understand all those little references that are really hidden in the experience. It's a big challenge for me to always understand exactly what the director wants to create, because the interaction, they should not come in conflict with his vision, but instead support it. And they have to smoothly integrate in the experience to tell a deeper story and make the user feel he is part of it. And that's something that takes time, a lot of iteration, a lot of work, and a lot of discussion with the director. Yeah, at the beginning it's very important when you start a production like this, because you need to define for each part who do what. It's very important to be sure that we understand what we need to do. And maybe when we start this project, it was very challenging to define each aspect of the project, understand and how we can do, and distribute after that the different charge of work for different studios. Japan make all the animation in a 3D software, 3ds Max, but it's a pipeline for animation, 2D animation. It's a regular animation you can see on the TV or on website. The process in real time, it's not the same than the not real time pipeline, regular pipeline. So we can't just take their animation, their VFX, and put it inside the Unity, inside the real-time VFX. So they send us the VFX, all the scene, and we need to recreate from scratch exactly the same VFX inside Unity. There's also a ton of 3D animation that is contrasted with beautiful 2D animated cutscenes. And all models from Bandai Namco are rigged and animated, even background objects, which makes this world really come to life. And all assets are skinned with a mesh render that gives a wonderful anime cel-shaded stylization. And it's super compelling to see something that looks flat in real life, and then when you come around on it, you see all this dimensionality. And there's really magic to that, and it's so cool. BNF was in charge to animation for all the projects, and of course the editing and the story for sure. And for Albion, we were in charge to all the process inside the engine. I mean, you know, concerning ingest all the animation, the render, the rendering, the lighting. It was for us. So the most challenging scene in globally are the battle scenes, especially at the end, because there is a lot of 3D models, what we call high poly 3D models with a lot of details. And there is a lot of models and a lot of effects, explosion, clash, and also, yeah, they are really, really difficult to optimize without compromising the artistic direction, because we can always optimize, but at the end it's ugly. So we need to find the compromise between it runs cool and it looks good.
And one of the biggest concerns that we had is, like, for instance, when you do a shot for TV, it's rendered, it goes to compositing, you put that in your montage, and it's okay, and you can do retakes and stuff like that, and it doesn't quite matter because each shot is kind of separated from one to another. When we are doing something like Gundam Silver Phantom, everything is connected. So this is like a big movie that needs to be rendered in real time every time you launch the experience. And so this was complicated because let's say that if you change something in scene 23, you may break the entire thing. So my main role on this production, apart from making sure that the plannings were okay and that the technical stuff were okay, was to maintain consistency across the whole experience and make sure that we could deliver the best that we could using the Quest 2 and 3, which are awesome machines and awesome hardware, but have some limitations. And so optimization was a big challenge for us because obviously, like I say, Bandai and Namco Filmworks, they are great at what they do, but they want the best and they want no compromises. In addition to a great story, we also wanted to showcase Meta's innovative technologies, like Quest 3's hand tracking that allows fans to fully immerse themselves in the story without having to use controllers. And this makes for an incredibly seamless experience because it enhances the sense of immersion and embodiment of a main character when you see your cel-shaded hands in front of you that are doing the same things as you're doing in real life. Something that is very specific to the project is that, as many times in the past we've been working with a linear director used to create narrative content for movies, but this time it was kind of harder to make him shift to interactive content, and I believe he didn't want to follow some of the rules that we bring on the table. And in the end, when I look back to it, I think that's also what makes the uniqueness of this project. The number of cuts, the camera movements, it's maybe not the most comfortable, but it also creates something, an atmosphere that I've not seen so much before in VR.臨界の幻影を楽しむために欠かせないのが VR ヘッドセットメタクエスト。パソコンなどの他の機器は必要なく、メタクエストのヘッドセットとコントローラーがあれば、銀界の幻影のような物語の世界に飛び込み、360度の空間を体験することができる VR デバイスです。しかしメタクエストは VR ヘッドセットだけではなく MR ヘッドセットでもあります。MR、つまりミックストリアリティ、複合現実では現実とバーチャルをシームレスに融合させることで、寝室やリビングルームなどの実際の空間がさまざまな世界に変わり、いろいろな体験をすることができます。銀界の幻影に収録された MR コンテンツでは、皆さんのいる空間に侵入してくるモビルスーツと戦ったり、自分で選んだモビルスーツを格納庫の中で間近に見ることができるなど、夢のような体験がいつでもどこでも楽しめます。 VR ゴーグル初めてかぶったんですけど、実際に体験すると全然違いますね。映像とも違う、まさになんか新体験っていう感じでした。部屋の中がもう本当に宇宙世紀の世界で没入感がすごくて、すごい楽しかったです。いや、本当に楽しかったです。最高です。ここからはそんな新体験をこの方にインタビューも交え体験していただきましょう。皆さんこんにちは、中川翔子です。なんとこの度機動戦士ガンダム銀界の幻影の主題歌アクロス・ザ・ワールドを歌わせていただくことになりました。信じられないミラクルです。めちゃくちゃ嬉しいです。ガンダムシンガーになれたんですね。頑張ります。ファーストガンダムを見てすごくガンダムの世界にはまっていったってこともあったので、宇宙世紀0096の世界観っていうことももうすごく嬉しかったのと、あとこの楽曲自体がその時代感もあるということで、なんだろうな、ゼータとかファーストとかあの頃みを感じさせるようなメロディーだなっていうのは思いました。新しいんだけれども懐かしいというか、あの頃みを感じさせるような部分が
いいかもねって監督さんとお話があって、今回の作品でしか、今回のガンダムでしかできない大切な部分を確信をついた歌詞になっているので、これはものすごく責任重大だなと、歌い重ねるたびにいろんな意味が見つかってくる楽曲だなと思います。なので一生愛を込めて歌い続けていきたいなって思います。おお、今からガンダム見る感じ。おお、ドッジボール苦手だからいきなりなびっくり。うわー、宇宙だ、宇宙空間360度宇宙。うわー、うわー、ガンダムの世界の廊下だ。うわー、重力感じない。うわ、嬉しい。まるで悪夢だ。俺たちアージェントキールは忍者の聖域じゃなかったのかよ。ちゃんと壁殴ると振動が来るし。あ、いいなあの人。廊下をこんな風に進むの羨ましいなっていつも思うんだけど。外はどうなっているんだ。モニターシステムの認証ロックを解除。グリップを掴んで移動する。やったー、やりたかった夢叶う。グリップ掴んで動いた。やったー、グリップステーションの夢叶った。嬉しい。これガンダムだよ。すごい、ガンダムの格納庫。これ機体のサイズ感とか迫力とか圧がそのまんま取れた。おお、体がヒュンと。そっか、無重力だからね。うわー、本当に胃がヒュンってなる。移動してる感覚。よかった、無事乗れた。おお、心臓ドキドキする。うわー、コックピットだ。デルタザインの認証ロック解除。うわー、起動。パノラマミック。おお、出た。次は私か。おお、歩いてる。パイロットってこんな感覚だったんだ。デルタザイン出る。うわ、出た。すごい振動でブースターの衝撃がね来るんですよね。うわー、宇宙空間出ちゃった。かっこいい。デルタザイン銀色に輝いてる。あの後私は宇宙に投げ出されたあなたと偶然出会って。僕は君に助けてもらったんだ。感謝してる。機体の隙間に異物が。じゃあお手並み拝見ね。お。ファビアはニュータイプは戦いだけを高める力があると僕が。主人公さん冷静だけど私は結構テンパってますよ。こんなハンドガンでいけんだね。なかなか当たんないよ。めちゃめちゃ挟まってる。どこ。宇宙デブリのお掃除。リアルな世界が。うわ、部屋の中が急に宇宙になってるのすごすぎるんだけど。うわー、近い。ちょやばい近いって急に。うわー、ちょっとね近いから。ほんと待ってこれなんだ。これゲットしてんのかな。バリア。イエーイ、無敵。ちょっと近距離勘弁。ツインハイパーバズーカ。やる。おー、強い。やったか。おー、アクションフィギュアが揃ってる。うわー、かっこいい。よし、じゃあこれをここの台座にセットすると。置いた。デルタザインを選択。そして扉をくぐる。うわー、でっかい。目の前にデルタザインがいる。あ、すごい迫力がもうあと真下からこんなに見上げるなんて贅沢すぎる。うわー、かっこいい。隅々まで見渡しちゃうもんね。うわー、嬉しい。ここに住みたい。めちゃくちゃ面白かったですね。なんといっても人生で今までで一番
未来を感じました。だってヘッドセットを装着することでパイロットに本当になれるんだなって。そして360度宇宙空間があるからストーリーも進んでるけれども下も見ちゃうし横も見ちゃうし、もう眼球も脳みそも足りないよってなっちゃうぐらいに、もう人生のご褒美ってこういうことかって興奮しちゃいましたね。はい、ぜひ皆さんも今すぐに味わってほしいです。機動戦士ガンダム銀海の幻影、そしてメタクエストの魅力に迫りましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。銀海の幻影は日本時間の10月4日金曜日についに発売。現在メタストアにて先行予約を受付中です。予約期間中は特別セール価格で購入できますので、ぜひ概要欄からストアページをご確認ください。同日には池田義也さんが作曲した全30曲のオリジナルサウンドトラックも配信が始まります。本作を彩る楽曲の数々をお楽しみください。中川翔子さんによる主題歌「アクロス・ザ・ワールド」は各種音楽配信サービスにて現在配信中です。さらに11月20日水曜日にはアナログレコードや CD などご覧の4形態の商品も発売となります。等身大の宇宙世紀を体感できる銀海の幻影はメタクエスト各機種にてご視聴が可能です。またメタクエストでは銀海の幻影はもちろん、無限大に広がる仮想空間でさまざまなコンテンツを楽しむことができますので、ぜひメタクエストの VR ヘッドセットで不思議な体験をお楽しみください。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。銀海の幻影の発売を楽しみにお待ちください。